はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は前回作ったカムチェーンカバーの蓋の部分ですねをまずやっていきます。これは CNC による切削なので、前回と同じようにまず CNC にセットするところから始めていきます。今回少し素材に余裕があるので XY はそこまで正確に出す必要はないです。今回は新兵器導入です。Z 軸のツールプリセッターですね。なのでこれを使って刃物の高さ調整できますね。Z 軸のプリセッターの使い方ですが、まず逆さに置いて押さえます。押さえたらZ を0リセット、これで離しますね。そしたら置いて、これが0になるまで下げます。刃物をこれが0になった時点で刃物の高さが 50mm ということなので 50mm オフセットをしておけば大丈夫ですね。今までより簡単ですね。もっと早く買えばよかった。これは今回はもうこのままセンタードリルいきます。センタードリルが終わったので、普通のドリルに切り替えて貫通穴開けていきます。先ほどの Z 軸プリセッターがあるので、工具交換もあまり億劫ではなくなりました。ドリルの工程が終わったので、エンドミルに付け替えて作業します。この時もこのプリセッターがあるおかげでだいぶ楽になりました。おおむねいい感じでいったと思います。はい、こんな感じで、うまくいきましたね。じゃあとりあえずペガして、よいしょ。とりあえずバリがあるのでバリを仕上げていきます。よし、あとは、貫通穴だね。ここ完全貫通させなかったので完全貫通させちゃいますね、今のうちに。よし。CNC で開けた穴をガイドにして貫通させていきます。もう切り離してしまって原点見失っているので手で押さえるしかないですね。はい、これで蓋は一旦完成です。ここにピックアップ関係つくんですが、そのネジ穴やなんかはまだやってません。さて、とりあえずはスプロケ先やりますね。はい、28丁、25番、25ですね、サイズは。工業用のスプロケットですが、特に問題はないですね。サイズ的にはカムチェーン、純正のやつと同じです。まだセンターホールサイズ合ってないので、センターホール合わせて、で、穴開けですね。
やっていきます。まあ正直そんなに難しくはないんですね。とりあえずは最終的に組むときにポンチマーク全部打っていくので、今のところは穴あけ自体は適当にやっちゃいます。減点出しをやってきますね。はい、秘密兵器。今回また別の測定器買いました。この測定器新しく買ったやつですが、まあ要はこれの進化版ですね。振り回しの進化版。使い方ですが、ストッパー用のバーがついてるぐらいで、基本的には振り回しと同じですね。まあ常にダイヤルが正面向いてくれているので、すごく見やすいのはとてもいいです。ハンドルを回していってダイヤルが徐々に振れが少なくなってきて、振れが最も小さくなったところが穴の中心ということになりますね。今ほとんど振れてないですね。で Y 軸のハンドルを回すと振れが大きくなりますね。この振れが極小になるように調整と、ここが一番小さいですね。よし、これでセンターです。まずはセンターホールを拡大してシャフトに通るようにしていきます。10ちょうどですね。これで10ミリちょうどになりました。次は留め穴を作るので、ドリルチャックに付け替えて作業します。座標は分かってるので、この座標通りいきます。ここは4ミリなので、これで OK と。よいしょ。はい、先ほど作ったスプロケットですね。カムスプロケットで、カムシャフトの軸によし入るね。穴位置も問題なさそうだね。おおむね OK でしょう。ちょっとカムチェーン入れてみるか。ありゃ、もうちょっと奥引っ込まないとダメだな。テンショナーアームがしっかり入らないので、ちょっと調整します。はい、これで段差1箇所作ったので、奥まではまるようになりましたね。よし、いい位置に収まってるかな。次はテンショナーの調整ボルトの穴開けなど進めていきます。この辺だね。はい、今描いてあるこの部分ですね。この辺にピストンが1個入ります。素材としては10ミリのものです。まあただの鉄の棒ですけど、このピストンが押すことによってテンショナー張ったり緩めたりをします。
形状としては正直単純なので、図面も特にないです。テンショナーを押さえるピストン部分は丸棒に穴開けてネジ切ってっていう程度のことですね。よしと。よいしょ。次はカムチェーンカバーの追加加工を進めていきます。はい、イケールセットして、こんな感じで押さえるしかないですね。はい、これは正直あんまり、精度うるさくないので、一応ポンチ打ってあるところに目視でいけば OK です。まずはセンタードリルから始めて、だんだん太いドリルに変更していきます。ドリルはここまで。最後は 10mm のリーマーで穴を整えていきます。10.8mm のドリル持ってなかったのでボーリングバーで掘ってしまいます。これでテンショナー関係の作業終わったので組み立てに入ります。まずはピストンを入れて、こっちを回すんでも同じだから、とりあえずこっちを回して、ピストンの動きはこれで、このネジで調整してきますね。で、最後にネジをロックすれば OK と。こんな感じで、テンショナーはこれで OK ですね。はい。では、ヘッドガスケットの製作ですね。次は。ヘッドガスケットは銅板使ってきます。で、これ、ヘッドガスケットは CNC による切り抜きなので、直接テーブルにつけるのはちょっと嫌なので、下敷きの鉄板を1枚用意しました。これにセットすれば、曲がることもないでしょう。ちなみにこの銅板と鉄板との固定は両面テープです。意外と両面テープでも十分持ちます。はい、これで取れないでしょう。加工時間も30分40分なので問題ないと思います。はい、これでガスケットできましたね。次はガスケットの仕上げやっていきます。両面テープは全部取れたので、あとはちょっとバリ取りですね。軽くバリ取ってきます。こんな感じでガスケットぴったりですね。次ベースガスケットですね。
ベースガスケットは普通のガスケットシート切り出してきます。なんというか本当に細かい部品ばっかですね、ずっと。よいしょ。はい、ベースガスケット作ってきます。型紙はもうプリントしてあるので、しかし地味な作業ですね、これ本当に動画にしていいのか。ガスケット製作の途中ですが、いつの間にかカメラの SD カードがいっぱいになって取れてませんでした。ここにつくガスケット必要ですね。よし。よし、これで OK。大丈夫だね。では仮組みしてきます。これで OK と。でヘッドガスケットを乗せてと。でシリンダーをヘッドを乗せると。ピストンなんか特に今のところは入れてません。まあ今の段階ではピストンはいいでしょう。この時点ではまだ気づいてませんが、シリンダーヘッドカバーを外さないとシリンダーとシリンダーヘッドの固定ボルトが付けられません。こういう整備性の悪さが素人設計だな、やっぱ。この状態なら締められるね。これでシリンダーとシリンダーヘッドを固定できます。シリンダーヘッドがついたらシリンダーヘッドカバーを乗せていきます。よし。順番間違えた。サイドをつけてヘッドだね。そういうわけでヘッドカバーを外してカムチェーンカバーを先につけます。慣れるまでは組み立て順序は結構混乱しそうです。ただ再びヘッドカバーの取り付けをしていきます。やっぱぶつかるな。ギツを調整しないとダメだ。はい、ちょっとやっぱ位置が変わっちゃったせいでぶつかるので、ここですね。ここを三日月状に削ってきます。こことここ。それで OK かな。こういう後からの追加加工は好ましくありませんが、まあ仕方がないですね。多分何箇所かはこの後も出てくると思います。では調整の終わった新しい
クリアランス、上下左右ともちょうど取れてますね。はい、スプーロ系もとりあえずつけてみますね。カムチェーンはあと1コマ伸ばせばちょうど入ると思うんですが、今回は入れてからつなげるという手法でいきます。後で調整しておきます。テンショナーもうまく調整できるし、あとダミーシャフトとの連携も問題なくできているように見えますね。こういう感じでつくと。で、蓋は作った時にあてがって見ているので大丈夫だとは思いますが、一応組み立ててみます。作業的には今回はここまでとなります。蓋作ってガスケット作って、テンショナー調整してという感じですね。特に意味はないですが、楽しい動作チェックやってみます。すべてが設計通り予定通り動いてくれると非常に嬉しいですね。よし、もう問題ないですよ。じゃあ今回はここまでとなります。では次回の予定ではロッカーアームの調整と、今回作らなかったこの部品ですねの再製作、それとガスケット類ですね。あとやれれば電装の準備やっていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。